皆さんこんにちは、そうです。今回は顔の、お肌のトラブルを解決しに病院でちょっとした手術を受けてきたので、そのお話をしたいと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。そうです。オープニングでもお話したように、今日は最近僕が受けた手術のお話をします。40代後半になると、シミだったり、肝斑っていうんですかね、お肌のお悩みの方も多いと思います。僕もレーザーで焼いたり、ピーリングに行ったこともあるんですが、ただ僕の場合結構ニキビ、吹き出物ですよね、が頻繁にできるので、薬を処方してもらいに皮膚科に行くことが結構多いんですね。その中で、ずっと治らない出来物があって、すごく小さいので気にしないようにしていたんですけれども、このまま大きくなっていくのも嫌だなと思い、ちょっと調べてみたものがありました。で、その出来物が何なのかっていうのを調べたところ、可能性があるのは2つだったんですが、1つ目が肺粒腫、非粒腫と呼ばれるものです。この特徴は1、2ミリほどの白い、皮膚の盛り上がりが見られる、痛みやかゆみはないけれども良性の腫瘍である、放置していても問題なし、目の周辺によくできる、顎だったり鼻先にもできることがある、炭酸ガスレーザーなどで除去が可能というものでした。僕の場合、目の周りにできているっていうわけでもないのでちょっと違うかなと思いつつ、レーザーでサクッと取れるなら手軽なので、もし僕のこの症状がこの肺粒腫というものだったら、結構手軽に処置ができて、治るのかなっていうふうに期待していたんですが、もう一つの可能性として、出てきたのが視線増殖症というものでした。で、こちらも数ミリの皮膚の盛り上がりなんですけども、これもね、良性の腫瘍ということで何か悪いものではないんですが、皮脂腺が増殖したものである。で、放置していても問題がない。額、鼻、頬などにできる。炭酸ガスレーザーや外科的処置で除去が可能ということでした。で、僕できてるのが、額だったり、ほっぺただったりするので、一つ目の肺粒腫ではなく、こちら、視線増殖症なのかなとちょっと思いつつもですね、病院に行ってはっきりさせてきたんですね。で、結果的には、僕の場合はこの視線増殖症ということだったんですけども、もう少し図でこれがどういうものかを説明すると、毛穴には皮脂を分泌する皮脂腺っていうものがあるんですね。で、通常この皮脂は毛穴から外に出ていくものなので、中に溜まるっていうことがあるわけではないんですけど、なぜかその皮脂腺だけがその毛穴がないところ、つまり出口がないところにできていて、それが増殖して結果的に皮膚が盛り上がってしまうっていう症状だそうです。でね、これ大きくなっていく原因は、実は加齢、時間とともにもちろん皮膚の中に皮脂が溜まっていくので、時間とともに大きくなっていくっていうことなので、加齢が原因なんですよね。で、こちらも炭酸ガスレーザーで除去は可能なんですけど、そのレーザーでその表面、盛り上がってるところを焼いても実はダメで、結局皮脂腺が残ってしまうので再発することがほとんどらしく、根本的に解決するにはその皮脂腺を丸ごと取り除く必要があるっていうことでした。で、レーザーで焼くっていうのはね、シミ取りとかでも経験があるので全然怖くはないんですけど、先生の話を聞いていると、顔に穴を開けてね、その患部をえぐって、縫うっていう、ことなので、ちょっとね怖いじゃないですか。ただまだ小さいから手術をしても後は残らないし、一回その皮脂腺を取ってしまうとほとんど再発しない。で、しかも手術、外科的手術っていうことで保険適用の範囲らしいんですね。で、今回僕がお世話になった病院では
5箇所ぐらいの処置でだいたい1万円ぐらいということでした。レーザーも同じく1万円ぐらいなんですけれども、再発っていうことを考えると、今回ちゃんと手術で患部を切り取ってもらうということがいいのかなということで、外科的手術を、受けることに決めました。ということで、今からその手術を受けに行ってきますので、またですね、手術が終わったらどうだったか、感想だったり、その術後の、後ですね、こちらで、紹介できたらなと思います。では、行ってきます。はい、今、手術から帰ってきました。手術の模様は、もちろん撮影できなかったんでお見せすることはできないんですが、手術した箇所はこちらですね。眉間に1箇所、こめかみに1箇所、頬に3箇所、合計5箇所、手術をしてきました。で、手術時間は40分ほどで終わりました。手術で一番痛かったのは、実は麻酔するところなんですけど、特に眉間に麻酔をした時が一番痛かったかな。骨に近いところは結構注射すると痛いんですけど、頬とかは全然痛くなくて、眉間に注射する時が一番痛かったですね。はい。で、今手術が終わってもう30分ぐらいしかまだ経ってないんですけれども、術後も痛みはほとんどなくて、まだ麻酔が効いてるからかもしれないんですが、一応痛み止めの薬は処方してくれました。でもこの分だと飲まなくても大丈夫なんじゃないかなっていう感じですかね。はい。で、今日は、シャワー程度なら入浴も OK で、ただお酒はさすがに NG とのことでした。血行が良くなるので痛みが出たり、出血したりするかもしれないからっていうことで、飲まないでおきましょうと、先生の方がアドバイスをくれました。そして、今日から1週間、来週ちょうど抜歯に行くんですが、今日から1週間このハイドロコイド絆創膏っていうのを毎日貼り替えて、過ごしたいと思います。明日ですね、手術後、どんな感じだったかもここで紹介したいと思います。おはようございます。手術の翌朝です。痛みもなくぐっすり眠れました。傷跡も腫れたりはしていません。今からシャワーを浴びて絆創膏を貼り替えたいと思います。はい、シャワーを浴びて出てきました。絆創膏が取れたところはこんな感じですね。縫った糸が黒いのでちょっと目立ちますがいかがでしょう。で、ここからハイドロコロイド絆創膏っていうのを貼るんですが、でこちらご覧の通りですね、このハイドロコロイド絆創膏は自分で適当な大きさに切って貼るタイプになっています。この絆創膏の特徴は傷口に集まるその傷を治す成分の入った体液っていうのが出てくるらしいんですけど、これを貼ってないと乾燥してしまうんですが、その体液をこのハイドロコロイド絆創膏は吸収してですね、乾燥させずに保持してくれるそうです。そのおかげで皮膚が本来持っている自然治癒力っていうんですか、それを高めて傷の治りを早めたりきれいに治す効果があるそうです。なので傷口が少しでもきれいに治るようにということで、このハイドロコロイド絆創膏が処方されたんだと思います。で、これ実は好きな大きさにきれいに切れるのは便利なのですが、今回のように小さい傷のサイズだと絆創膏についてるこれセロハンがついてるんですが、このセロハンを剥がすのがすごく難しいんです。この絆創膏の貼り替えは1週間後の抜歯の時まで毎日する必要があるそうです。抜歯をした後どんな状態になっているかもご紹介したいと思います。おはようございます。今から
抜歯に行ってきたいと思います。抜歯から戻ってきました。抜歯自体は痛くなかったです。今はまだ保護テープが貼られている状態です。テープを取った状態の画像はこんな感じです。まだまだ赤みがありますが、数ヶ月で消えていくそうですよ。今回の動画はここまで。お肌のトラブルは、年を重ねるごとに、増えてくるんですけども、同じような悩みを持っている方の参考になれば嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。